はい、こんにちは。じゃあ、ウェブの神戸です。今日も料理作っていきます。元気よくやります。よろしくお願いします。お願いします。低温調理シリーズ。もう慣れた？そうだね。シリーズ化でしてきてね。復習化する？復習というかね、今日はね、お肉やってきたじゃん、ずっと。野菜編に入るよ。あ、野菜もいけるんだよ。野菜もいける。野菜はね、お肉とは全然考え方が違う。全く違う。なぜなら、野菜はおしなべて生で食べれるから。そうだね。そう。殺菌する必要はないわけ。そう。生で食べれるものをどうするかっていう考え方なんだけど、甘さを出したいよね。火入れをするってことは。で、生でも食べれるけど、柔らかくしたい。でも、ゴロッと食べたいとかあるじゃん。こう、丸ごととかさ。料理として提供した時に、やっぱゴロッとしてることってさ、普通じゃないわけよ。で、普通じゃないと、ってなるじゃん、人って。感動が大きい、ね。そう。今日は、野菜によってさ、例えば根菜なのかによってこう、違ってくるんだけど、まあ第一弾だし、玉ねぎやりたい。丸ごと玉ねぎ。玉ねぎを真空低温調理して、丸ごと食べるっていう。甘みもしっかり出して、辛くもなく、煮崩れていない。調理してるけど、見た目は、その、玉のまんまってこと？玉のまま出てくるよ。まあこれ撮影してるのさ、春先なんだけど、4月5月ぐらいってさ、新玉ねぎとかさ、スーパーとかで結構売ってるんだって。もうすぐ、そう、安い値段で30円とか40円とかで売ってるから、それで作っていこうかなと思うんだけど、今回は新玉ねぎで作るから、割合さ、水にさらしたりしなくてもそんなに辛みがなくて食べれるものじゃん、新玉ねぎって。で、肉厚だし、こう、ジューシーな食べ物なんだけど、わかる？フォークでスッと刺したぐらいでファッてこう、入ってくんだけど、玉ねぎの形を維持してるっていうゾーンを目指していくには、このチャンネルでいつも言ってます、時間分量火加減の概念で言うと、分量は、玉ねぎ丸ごと1個だよね。拳大です。今日使うのが、これね。拳大の新玉ねぎ。火加減は、80度ぐらいまで上げないと、ペクチンっていう物質が野菜とかには結構多く入ってて、50度、60度ぐらいだと逆に硬くなるんだって。守ろうとするの。野菜の50度洗いって聞いたことない？ある。葉物野菜とかを50度ぐらいのぬるま湯で洗うとよりパリッとするよっていうのはその現象なんだって。で、逆に守ろうとしてパリッとするっていうのを突破してその繊維を崩壊させる温度っていうのが80度以上じゃないと壊れないんだって。ただ煮崩れもコトコトしてたら起きちゃうじゃん。いや、っていうかさ、そもそも論で言うと、煮物とかって誤解を恐れずに言うと、味は一緒になるから。どれだけ煮崩れちゃおうが、この中に野菜とか入れたらさ、結局その味が鍋の中に出ていくから、まあ水分がどれだけ揮発するかっていう問題はあるにせよ、同じ味になるんだって。なんていうの、辛みを飛ばしたり、甘みを引き出したりするっていう作用は変わらないんだって。ただ問題は、咀嚼した時の感覚が程よい状態かどうかっていうことは大事なことでしょ？そう。だから、絶対このチャンネル今見てる人も、煮すぎて、ちょっとクタクタになっちゃったとかっていう経験って皆さんあると思うんだって。あるいはさ、カレーとか煮込み料理を作った時に、玉ねぎもうちょっと食感残したかったのに全部溶けてなくなっちゃったっていう経験ない？あるよ。でもね、玉ねぎはね、煮たらなくなるイメージだよ。ほぼほぼそうなるじゃん。で、どれだけ大きめにやっても、なんか他のやつを柔らかくしようと思ったら、で、一回入れたらさ、二度と引き返せないからさ。そうだね。そう。必ずそうなるんだって。それを、真空低温調理をすれば、個別に煮ることができるわけよ。なるほどね。そう。人参は人参。玉ねぎは玉ねぎ。かぼちゃはかぼちゃみたいなことで、別々に煮れば、それを最後に合わせれば一緒になるし、じゃあさ、玉ねぎ単体で煮てなくならない方法を考えたときにだよ。ぐらぐらあまりにも沸騰して揺れたり、あるいは鍋全体の煮汁の中でコトコトしなければいいと思わない？要は触れないとか。そう、じっとしてる。そう、何にも触れることなくただただじっとしてれば玉ねぎは甘くて形を維持したまま煮上がるじゃん。それをこいつで作るから。いつもの低温調理器で。温度と時間の話で言うと高いよ今日は。野菜だから。そうだね。肉はなんか
59度とかでやってそう殺菌温度とタンパク変性の関係があるからそうなるんだけど、野菜はどちらかというと繊維を壊していって柔らかくするから90度2時間。レシピによってはね90度1時間半とかあるんだけど、柔らかくて美味しいなって思う、なんていうの、それ以上あんまり手を加えずに食べれるゾーンで言うと、俺は玉ねぎの食感ってさ微妙じゃない？その野菜炒めみたいにシャリッとしてて甘いっていうのもあるじゃん。なくなるかなくならないかの寸前でも食感があるっちゃあるじゃん。俺はね2時間やったらね、新玉の場合は特にちょうどよかった。新玉って肉厚だからさ、俺はちょうどよかったんだって。だからちょっと30分、ぶっちゃけこのボニークの推奨レシピは90分、1時間半、1時間半1時間半でもできる。だからでも俺の目指してる柔らかさだと2時間っていうのをやっていきたいんだけど、材料紹介していいですか？新玉ねぎ、玉ねぎをただ柔らかくするだけだったらこれだけでいいんだって。ただもう味付けもやっちゃいたいなみたいな、出たね。そう真空低温調理はサボり料理だから、中までちょっとじんわり火を通していく中で味も染み込ませたいなってなると、うちの店が作ってるイタリアンの出汁のブロード、これは香味野菜と鶏ガラでアクをめちゃくちゃ丁寧に取り除いたもので、今ねちょっと温度が下がって白濁してるのは鶏の油があるから、加熱するとめちゃくちゃ透き通った状態になるからっていうのと、で、オリーブオイルで塩ね、これだけでとりあえずベースの味を作っちゃう。この小さな袋の中で液量も全然いらないから、で玉ねぎ自体からもやや水分ももちろん出るし、っていうので、自然と完成した時には玉ねぎとスープが出来上がるから。なるほど、ね、そう、オニオンスープが出来上がるから、その出汁が出てくるからねっていうのでやってみますか？やってみよう。じゃあもうこのままいくよ。いつものこいつに玉ねぎを入れます。なんか変な絵だけどこうなんだよ。玉ねぎを入れます。ここにブロードを入れますね。そこから、オリーブオイル入れて、ちょっと支えが欲しいな。ここに塩を振っていくから3ガリぐらいで、こいつを、いつものように、笑わないでよ。あまりにも簡単だからさ。見慣れてきてるんだけど。脱気して、見慣れてる。見慣れてきてるんだけど、やっぱなって思う。毎回本当かよって思うよね。これ。でこれを脱気したものを、ご家庭だったらジップロックでもいいです。ここにドボンってして2時間ほかっておくと。なるほどね。これね、冷凍できるから。そのままで、このまま冷凍できるから。いいね、それは。そう。で、もちろん前も言ったけど真空になるから冷凍焼けはしないし、で電子レンジで再加熱すればいいから。じゃあこれちょっと脱気して入れていきたいと思います。はい、じゃあ脱気できたんで、じゃあこいつを2時間この中に入れていきますね。90度だから熱いから気をつけて。はい、じゃあ2時間経ちました。お待たせしました。こういう感じ。ごめん、袋俺ちょっと破っちゃったけどさ。じゃあこのままあれしようか。調理に進んでっていいですか？ギリギリを攻めたんだって。さっきの崩れ。そう、もうね、持てないの。いっちゃう、本当に。あ！すごっ。待ってよ。あくまでさ、味は一緒だよ。味は一緒だけど、丸いことに価値があるから、これ。だから、ごめん、今俺反対向いちゃったんだ、これ。限界までやったもん。よし。わかる？この、耐熱容器でやってる感。何が起きるか、今から。これを焼くから。焼くんだ、やっぱり。フランスパンとかバケットのないオニオングラタンスープ。丸ごと玉ねぎの。で、これさ、家庭だったらオーブントースターとかで焼いても大丈夫。そこはトースターの温度とかワット数に合わせてやってみて。
うん。で今日はさ、じゃあパルメザンチーズうん。を乗せて、俺はさ、なんていうの、できるだけこの素材を食ってほしいから、うん。こういうのってなんかチーズを食べる料理みたいになっちゃうじゃん。もう玉ねぎ食っていうのにチーズの味がさそう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 、分かんなくもないんだけど、そういうことしたい人のまあ今日はさ、玉ねぎ感を最大限まで出したいから、粉チーでこういう感じでさ、いいね。うん、まあぶっちゃけこのまま食べても美味しい、うん、ちょっと炙ろうか。いいね。うん、溶けるんだよね。溶ける溶ける溶ける。出ました。家にありますか、こういうの皆さん。キャンパーは持ってる。うん、あると便利だよ。そのドロドロドロって溶けるようなチーズじゃないからさ、ちょっと焦げ目ついて、それでもね、糸引くから。で玉ねぎの表面をさ、こうやって回しながら炙るみたいにやってあげるといいよ。面白くない？すごい。すごい。出来上がり。うまそうじゃん。低温調理で作った丸ごと玉ねぎのグラタン仕立てです。うん。いやもうなんかもうチーズの匂いと玉ねぎの匂いがするよ。でしょ？でこれ出汁も効いてるしさ、美味しいからさ、割ってみる？やってみよう。はい、今です。やべやべやべ。おははは。あ、チーズがあれかな？いい感じだと思うよ、チーズ。包丁使おう。チーズがね、俺の目指してる通りになった。もうわかる？食感がちゃんとある。うん。効いてる感じですよ。そう。でも、完全に柔らかいから。だってこれ一番真ん中の部分だよ、これが。玉ねぎの中心の部分ね。食べていい？いいよ。うん。うまい。うまそうだね。うん。あ、ほんとだ、チーズ糸引いてるじゃん。うん、引いてるよ。チーズもね、香ばしい。食べてみて。あ、すいません。うん。うん。美味しいでしょ？うまい。うん。たかが玉ねぎだよ。たかが。溶けるっていうよりは、うん。噛むんだけそど。う、そう。だけど、ジャリッジャリッってしたうん。野菜炒め的な繊維の残り方でもないっていう。なんかね、うん。上手にちゃんと煮えてる。そう。これ以上いったら溶けるの分かるでしょ？うん。手鍋でヘラとかで混ぜた時にあーってなっちゃう玉ねぎあるじゃん。わかるよ。目には見えてるんだけど確実に今俺が崩したみたいになるやつあるじゃん。うんあれではないでしょ？うん。そう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 。刺さるからね、ちゃんと。そう刺さって見てこれ。うん。こうやって持てるからちゃんと。うん。うん。いやこれこのままいくわ俺。うん。うん。うん。あとこの新玉が美味しい。うん。うん。玉ねぎをね、ダイレクトに美味しく感じれる。うん。いいね、この料理。これがうちの低温調理だから。あ科学だから。ー科学だね。うん。野菜はちょっとあれだな。またちょっと変わったそうでしょ捉え方ができる。世界観違うでしょ？うん。で、まあさ、正直さ、ちょっと食べるのめんどくさいの。うん。切らなきゃいけないし。うん。まあ、そういう人は、4等分とかしていいよ。それでも十分ゴロゴロ感はあるから。あると思う。いや、やっぱり。うん。何これってなるから。うん。じゃあさ、これを使って、まあまあ、これもろ玉ねぎ食うやつじゃん。これを使って、なんか料理やる？やってよ。あるならちょっと。あるよ。ある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 。玉ねぎなんて何にでもあるもん。ね、ちょっと次回楽しみにしてるよ。うん。じゃあ次回、この低温調理で作った丸ごと玉ねぎを使った別メニューをちょっとご紹介したいと思います。低温調理器、あなたのご家庭にもお一ついかがですか？高いものから安いものまでいろいろあるんですけど、絶対作れるから。ぜひやってみてください。玉ねぎの動画が面白いなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。今日もありがとうございました。またね。バイバーイ。